藤井さんのヤバさ余すことなく伝えます。ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風プレマライブアットコーチェラ2026、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。さあ今回もですね、コーチェラ公式 YouTube チャンネルにて公開してくれましたね。ファーストステージの時は OK グッバイ、こちらも歌声分析しております。このサムネイルの動画になっておりますのでチェックしてみてください。そしてファーストステージはですね、リアクション動画公開しております。こちらのサムネイルですね。でセカンドステージはですね、ライブ配信を見たライブレポっていう形でですね、動画の方を公開しております。それもこちらのサムネイルの動画になっております。一つ一つチェックするのが大変だと思いますので、概要欄に藤井風再生リストっていう名前のですね URL を貼っておきますので、ぜひそこからチェックしていただけたらなというふうに思います。こちら以外にもですね、30曲ぐらい歌声分析動画公開しておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。でセカンドステージはですね、藤井さんの代表曲プレマ、これライブ配信で見た時めちゃくちゃかっこよかったから、コーチェラさん公開してくれないかななんて思っていたらですね、見事公開してくれましたね。で今回はテンションが上がりすぎて歌声分析が半分、リアクション動画が半分みたいな感じになっています。皆さんにとって楽しめる内容の歌声分析動画になっておりますので、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、藤井風プレマ歌声分析 GO！ このね分厚いコーラスがたまらないですよね。でここはですね、三声ハーモニーとか三声コーラスって言われるタイプのハーモニーです。藤井さんのメインメロディーがあって、でその上に女性のバックコーラスの方がハモリパートで、その音のですね1オクターブ下のですね同じ音を男性のバックコーラスの方が歌ってるんですよね。ハモリのフレーズとしては音域は違えど同じ音なんですけど、広い音域にわたって歌声で満たしているからこそ、このパワフルさが生まれてくるハーモニーなんですよね。このフー、このフェイクがねたまらないですよね。めちゃくちゃ難しいですからね、このフェイクで。入りの音はパワフルに、で今のフェイクのあたりはですねふわっと優しく歌ってるんですよね。鼻に多く声を入れている歌い方というか、もう一回聞いてみましょう。ほらね、柔らかい歌声ですよね。で藤井さんの歌声は毎回僕の歌声分析動画見てくださってる方にはもうおなじみなんですけど、藤井さんの歌声のメインとなる声の音色って肺の中の音色なんですよ。これを胸腔共鳴って言います。主に声の太さ、声の力強さ、この辺をコントロールするポイントです。で今聞いたところはですね、胸腔共鳴で作られた響きをですね鼻に送るんですよね。鼻がフィルターになって柔らかい声に変換されて出てくるみたいな感じの歌声です。で前半は力強く、後半に行くにつれてどんどんとこう柔らかくなっていくっていうか、音量をこうあえて下げていくみたいな歌い方ですよね。でこの後またふわっとした歌声がやってきます。ね、長いスパンでのデクレッシェンドっていうテクニックです。徐々に小さくっていうテクニックなんですけど、こう歌声に吸い込まれていきそうな雰囲気ありますよね。やっぱりこの辺の音量のですね音幅、ダイナミクスっていうんですけど、ここがですね音源よりもものすごく強調された歌声かなって思います。でこの声はですね、喉の奥をちょっと広げた声なんですよ。あくびの時の喉の形を少しだけ使った歌い方っていうか、ラーララーみたいな、こういった音色ですよね。
この音色はですね、口の中の空間、口腔共鳴って言われる響きがですね、先ほどの胸腔共鳴の音色にミックスされたような音色になってます。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。で、口腔共鳴の音色の特徴としては、言葉一つ一つをですね、クリアにすることができるポイントです。あと先ほど言ったようにですね、喉の奥の空間の形だったりで声質も変化させることができます。で、この声の通りの良さはですね、実は鼻で作られてるんですよね。鼻を使わないとララ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 ラ、ちょっと声がこう詰まったような音色になりますよね。で、この声を鼻に入れるとララ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 、声の通り良くなりましたよね。最終的にクリアになるか詰まった感じになるかは鼻で決定されるっていう部分もあります。口だけでもね、だいぶ言葉の輪郭ははっきりしてくるんですけど、歌声の総合的な音色で考えるとやっぱり鼻も使った方が素晴らしい歌声になって、事実藤井さんの歌声ここ素晴らしいですもんね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいですよね。こうやってコーチェラで披露された藤井さんの歌声をですね、分析して動画に残せるっていうのがですね、めちゃくちゃ嬉しいです。一回ここで止めますね。力強い歌声なんですけど、先ほどのポイントよりも鼻に入れる声の量を増やしたことによって力強い中にも優しい歌声っていう雰囲気を作り出しています。それとですね、ちょっとだけ歌声に息の音が混ざってるような質感もありますよね。これウィスパーボイスっていうんですけど、もう一回聞いてみましょう。ウィスパーボイスっぽい音色は後半だったかな、今聞いたところの。前半は力強い歌声でしたね。失礼しました。この細かい声のコントロール力が半端ないですよね。めいみたいな感じで、ここでね、また一瞬だけ太い声を出してますよね。ここでまた喉の空間をですね、先ほどよりもぐっと広げたような体の使い方をしてます。もう一回聞いてみましょう。ほら、一瞬だけ太い声出てましたよね。本当にすごいですよね。よくこんないろんな声を表現できるなってびっくりしますよ、毎回。いいですよね。やっぱりライブならではですよね。こうやってメロディーを崩したフレーズを聴けるっていうのは、こういうところ見つけると嬉しくなっちゃいますね。ほら、この観客の人数ね、絶対1万人ぐらいいますよね。いや、このシーンを見ても感動しちゃいます。そうそうそう。ライブレポートの時にも言ったんですけど、この日藤井さんちょっと喉の調子がですね、良くない日だったみたいで、藤井さん的には不完全燃焼みたいなことを言っていたっていう情報をですね、知って嘘だろって思いました。本調子じゃなくてこのクオリティやばいですよね。確かに、ライブならではなんですけど、よく聞かないとわからないぐらいの音程の上ずりだったりあったりしてるんですよね。ただこれはね、もう僕としては嬉しい。ライブだからこそ気持ちが入り込んで多分ね、音程が上ずってると思うんですけど、だから全部そういう風に聞こえちゃって調子が悪いなんて1ミリも思いませんでした、僕は。てかね、誰も思わないと思う、この日調子が悪かったなんて。で、今のポイントがですね、ちょっとだけ気持ちが入り込みすぎてるような雰囲気を藤井さんの歌から感じ取ったんですけど、もう一回聞いてみましょうか。今のところララララのところ、ここはですね、ちょっと気持ち入ってるぞっていう感じがしてめちゃくちゃかっこいいんですよね。もうライブでの音程のズレなんてもう味なんですよ。もうこの日この時しかこの歌を歌っていないっていう風なシーンですから、
逆にライブじゃないと聞けないですからね、こういった藤井さんの歌声は。柔らかい。いいですよね。で B メロからこう幻想的な雰囲気になるんですよね。このシーンの切り替わりの瞬間がですね、ものすごく好きです僕。たまらないね。素晴らしいね。でここのポイントはですね、全体的に声をぐっとこう後ろに引くようなイメージで歌ってるポイントかなっていうふうに思います。後ろに引くと柔らかい声になるんですよね。あとさらに鼻に入れる声の量を増やしたと思います。もう一回聞いてみましょう。最高だ。超最高ですね。ララララって歌うのとララララ、全然声の雰囲気変わりますよね。ただこの前に飛ばすイメージとか後ろに引くイメージってあまりピンとこないと思うんですけど、これ僕レッスンとかでよく教える方法があって、おーいって言うと前です。ヘイって言うと後ろです。今実際多いの方が強い声でしたよね。でヘイの方がちょっとこう奥に引っ込んだような感じの音色になったと思うんですけど、これでですね、前に飛ばす歌声と後ろに引く歌声の違いをですね体感できると思うので、ぜひやってみてください。このねタオルをかぶってるのがねまたねかっこいいっていうか、何やってもかっこいいって言っちゃうんですよね。僕それだけ尊敬してますから、藤井さんのことを。でここね、あーですよね原曲は。でも地声でいくっていうのがいいですよね。でこっからこうパワフルになるじゃないですか。多分そこのつながりを作ったんですよね、ライブでは。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。でこの後のサビ前のフレーズ、ものすごく予想を裏切るような歌声表現がやってきます。ねねって言ってもわからないですよね。ごめんなさい。原曲だとここはタッ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 ターターみたいな感じで全部の音をですね強く歌っていたんですけど、ここは全く正反対の表現です。全体的に音をつなげて滑らかに歌うレガートっていうテクニックを使っているんですよ。サビ前でこの歌い方をするとですね、そのままスルスルっとサビにこう綺麗に流れていくような雰囲気を作り出すことができます。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、いい意味でこう気が抜けたような雰囲気の歌声っていうかね、これがねまた素晴らしいですよね。でサビの頭は歌わないっていうね。ここもねライブ配信見てる時はめちゃくちゃかっこいいって思ったんですけど、喉の調子が良くないっていう事情をですね知った後にここのシーン見てみると、ちょっと声を温存したのかなっていうふうにも思えますよね。初見では全く調子の悪さを感じさせない藤井さんのスーパーパフォーマンスポイントかなって思います。もう一回聞いてみましょう。いいね、すごくいいですよね。こういうのがアドリブでできちゃうっていうところがすごいですよね。僕だったらテンパってもう無理やりにでも声ひねり出しちゃいそうな気がするんですけど、こういうところもさすがですね。こうさらっと歌ってるのがねかっこいいですよね。プレマってやっぱりこうね圧力の強い曲っていうか、かなり力強い楽曲だと思うんですよ。でミュージックビデオでもミュージックステーションのパフォーマンスの時でも、なんならこちらはファーストステージの時もこの辺はね力強く歌っていたと思うんですよね。やっぱりね同じことを2回やらない藤井さん、このアレンジ能力もすごいですよね。と思ったら急にこの力強い声ね。この音でのダイナミクスを使った感情表現っていうのは海外だとこれが感情表現っていう風に認識されます、聞き手にとって。
で日本はですね、音程の高低差、これで感情表現っていうふうに聞き手が認識します。こちらの動画の時毎回これ言ってるような気もするんですけど、だから多分ライブ会場では特に藤井さんのこのね、歌声に宿った気持ちがバシバシ伝わってると思います。もう一回聞いてみましょう。ほらすごい、声もものすごく力強いし、子音もですねものすごく強く発音してるからパワフルさが凄まじいですよね、歌声の。で三声ハーモニーでしょ。もう声の圧迫感がですねえぐいことになってます。ここのねリズムのためがかっこいいですよね。こういうのもしっかりとしたリズム感がないとただ遅れていっちゃうだけのフレーズになっちゃうから、このギリギリまでリズムを引っ張ってるっていう絶妙なこのねリズムの位置ね、たまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、すごいでしょ。普通の人だったらねここまでリズムをためれない、怖くてリズムがずれてるって聞こえちゃうんじゃないかなっていう風に多分ね不安でしょうがないと思うんですけど、そこに突っ込んでいっちゃうのが藤井さんですよね。いやーかっこいい。ほらもう最前の人とかめっちゃノリノリでなんかねネームカードみたいなやつ持ってこんなやってね超乗ってますもんね。羨ましいですね、最前で藤井さんを見れて。いやーここねかっこいい。今回のこちらはですねものすごい長いスパンで超ハイクオリティなフェイクはですね披露していなかったんですけど、こういう合間合間でですねものすごいかっこいいフェイクを歌っていたんですよね、藤井さん。僕フェイク大好きですから、藤井さんがフェイクしたとこはね絶対止めちゃいますよ。あ、今気づいたんですけど、ここマイクを使ったテクニックを使ってます。マイクをねこう使ってたんですよね。こう使うと実はマイクって歌声をあまり拾ってくれません。こういったタイプのマイクってダイナミックマイクって言って、ここの部分しか歌声を拾ってくれないんですよ。だからこうやるとこう出ていった声をここが拾ってるんですよね。だからもちろんこうやるのが一番声を拾ってくれるマイクの使い方なんですけど、こうすることによって藤井さんの歌声がですねちょっと遠いところにいるみたいな歌声の距離感をですねマイクテクニックで今表現していました。もう一回聞いてみましょう。ほらここ、ほらほらほら、わかりますか？今流し始めた最初の歌声はですねマイクのこの辺、こんな感じでね使っていたと思うんですけど、ちょっと遠く聞こえるところはこの口とマイクの位置関係、ほんとこのわずか5センチぐらいの移動でですね声を拾ってくれる量がですね全然変わるんですよ。これがダイナミックマイクのいいところであり悪いところでもあるんですよね。あまりいいマイクじゃないって言われてます。ただライブステージってバンドの音量ものすごく大きいんですよ。でそのバンドの音をですねマイクが拾ってしまうと、観客の皆さんが聞く音が出るスピーカーからですねキーンっていう音がしちゃうんですよね。これハウリングっていう現象なんですけど、このハウリングを抑えるためにこのマイクはですねあえて声を拾ってくれる範囲を狭めてるんですよ。だからここしか音を拾ってくれないみたいな構造になってるんですけど、このマイクの特性をうまく生かした藤井さんのテクニックが光りましたね。かっこいいよね。このブレイクで藤井さんの声だけになる瞬間も鳥肌がねものすごく出ましたよ、僕は。でこのブレイクでしっかりとかっこいい雰囲気を表現するためには完璧なリズム感が必要なんですよ。リズムがちょっとでもずれるとダサく聞こえてしまうポイントっていうか、もう一回聞いてみましょう。素晴らしすぎますよね。今回は半分歌声分析半分リアクションの動画でございます。どんどんねテンションが上がってきたらリアクションっぽくなってきちゃった。楽しいですね。もう声の出口はほとんど鼻なんですよね、ここの歌声は。
ただ胸腔共鳴と口の中の喉側のね口腔共鳴、ここの音色は変えていないんですよ。ただ口をですねあまり開いてないんですよね、ここのポイントは。だから声の出口を鼻に逃がしてるみたいな感じの声の使い方になってます。ちょっとだけね鼻声の音色を感じれる雰囲気あると思うんで、そこ注目して聞いてみてください。ほら、最初とか特に鼻声の音色がガーンって出ましたよね。それがねまたかっこよくて素晴らしい。ここのね、ここはですね藤井さんの歌声がっていうよりもバックのサウンドのですねアレンジがものすごいクオリティでしたね。一瞬だけフュージョンとかファンクみたいなものすごくおしゃれなアレンジになってるんですよ。そこ聞いてみましょう。かっこいいね、めちゃくちゃかっこいいでしょ今のところ。ライブ限定アレンジですよね。原曲はこういうアレンジじゃないですもんね。いやー最高ですね。このフレーズ、こういうフレーズ楽器だとトリルっていうんですよね。同じ2つの音を連続で行ったり来たりするテクニックをトリルっていうんですけど、みたいなっていう感じで藤井さん歌ってましたよね。歌でもトリルって呼んでいいんじゃないかなって思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。でトリルからフェイクにつなげていくっていうおしゃれな流れで、 B メロもまたね幻想的でおしゃれなシーンだし、この藤井さんが歌声で楽曲の雰囲気を引っ張っていくみたいな感じがですね最高にかっこいいですよね。次のセクションに入る前にちょっと藤井さんの歌声で次のシーンはこんな感じの雰囲気になるよみたいな感情表現をしてくれるというか、だから A メロから B メロ、B メロからサビみたいな感じでこうシーンが切り替わるところで心の準備がですね自然とできちゃうんですよね、無意識化で。これもすごいですよ。おしゃれですよね。でこの B メロのね雰囲気もおしゃれなんですけど、リズムがゆったりするところがですねすごく心地いいですよね。ここいいですよね。てかねもう全部いいって言ってますよね。本当かって思われそう。もうね余すことなく細かいところまで全部かっこいいんですよプレマ。プレマだけじゃないけどね、藤井さんの楽曲は全曲そうなんですけど、だからいつもこういう感じですよね。僕が藤井さんの歌声分析をするとかっこいいしか言わなくなるみたいな。一回どの曲だったっけな、今回は何回かっこいいって言ってましたねって数えてくれた方がですねコメントしてくださって、自分の想像を超える回数でしたね。18回だったかなちょっとねうる覚えですけど、もうそれぐらいかっこいいの塊ですよね。もう階段を上ってる後ろ姿ですらもう尊いですもんね。もう一つ一つの行動がですねかっこよすぎて目を離せないんですよ。多分ね僕と同じ気持ちでこちら2ステージとも見てる方いると思うんですよ。もう本当にね自分で言ってハッとしたんですけど、目が離せないですよね、素晴らしすぎて。このね踊る藤井さんかっこいいですよね。また言っちゃったでリズムの取り方が深いんですよね。タッタッタッじゃなくてこうグーングーンみたいなリズムの取り方、やっぱりねこのリズムの取り方があるから歌っている音に対して深みが出るんじゃないかなって思うんですよね。僕とかはどっちかっていうとタッ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 っていう風にリズム取っちゃうタイプなんですよ。だから歌を歌った時にものすごく藤井さんの歌と比べるとこう平面な感じがするんですよね、今思い返してみると。だから藤井さんみたいにリズムを取ればいいのかな、こうドゥンバーンストゥンドゥドゥンバーンみたいなこういうところからちょっとトレースしてみようかな。藤井さんみたいなね深みがあってこう伝わる歌歌ってみたいですね。ここね見どころですよね。ここ
そうそうそう、このピアノのバンバンバンってところがね、音もすごくスリリングな音を使ってるし、注目ポイント。うん。そうそうそう、このテレレレレ、ここね待っちゃいますよね。来た来たみたいな感じになりません皆さん。ものすごく美しいハーモニーですよね。先ほどまでのパワフルなハーモニーと違って、ここはですねメロディーのこの音程の動きに対して同じような動きでですねハモリがなぞるような感じのフレーズで歌ってるんですよね。そうするとこういったきらびやかな美しさがですね前面に出てくるようなハーモニーになります。もう一回聞いてみましょう。このタイプのハーモニーはですね、言ってしまえば王道っていうタイプですね。一番よく聞くのがですね、メインメロディーに対して少し高い音域でハモる上ハモリっていうパターンです。ただ今回の今のポイントはですね、藤井さんのメロディーがいて、女性の方が上、男性の方が下みたいな、この3声のハーモニーになってるので、よく聞くタイプよりも美しさがものすごいことになってるんですけど、いや日本人で歌声で表現できる可能性をですね広げてくれたのが藤井さんだなっていうふうにも僕思ってます。ここまでコーラスを多用して感情表現っていう域にまで達した音をですね聞かせてくれるアーティストって多分藤井さん以外いないような気がして、そういった部分もですね尊敬しています。でここでユニゾンですよ。2オクターブにわたる広い音域でのユニゾンなので声の透き通り感がものすごくなってますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらやばくない？もう透き通りすぎてバックのサウンドはここにあって歌声みたいな感じになってるじゃないですか。これやばいですよね。映像でこれが伝わるってことはやっぱりね生で聞いたらものすごいんですよ。で最後の大サビに向かっての徐々に徐々にこう力強くなっていくこのクレッシェンドがねまたドキドキさせてくれますよね。このね転調した先の大サビのこのパワー感がねたまらないですよね。転調ってキーが変わることを転調って言います。今回の転調はオーソドックスなっていうか王道の転調のパターンですね。最後の大サビでキーが上がる。プレマのサビのメロディーはものすごくキャッチーでかっこいい魅力が伝わりやすい作りになっているので、この王道パターンの転調がものすごく合いますよね。でこの力強い歌声なのにもかかわらずこの複雑なフェイクね、やっぱり力強い声で歌おうとするとこういった細かい節回しのフレージングってすごくコントロールが難しいんですよ。難易度が跳ね上がるっていうか、だからこうぼーっとした状態で裏声で「はー」とかこういう蚊の鳴くような感じの裏声でやった方が一番簡単に歌えるんですよね。はーみたいな喉の力がものすごい抜けてるから。でもパワーのある声ってやっぱりね体に力が入りやすいから、こういった細かいコントロールがですね難しくなるんですよ。でも藤井さんですよねさすがですよね。もう本当にすごいですよ。この高い音域でパワフルな歌声、感動しないわけがないですよね。この切なく歌う感じもかっこいいしね。今のところとかさっきの喉の調子が悪いっていうお話に戻るんですけど、ちょっとそれ感じることができるような瞬間があったかなって思います。声が裏返った感じの質感が出ていたポイントがあったんですけど、逆にレアですよね。もうこういうのも含めてありのままの藤井さんの歌声が聞けて嬉しいってなりますよね。ただやっぱり心配な気持ちにもなりますよね。もう一回今のところ聞いてみましょうか。今
始まりのあたりかな、一番高い音、高い音だからね、やっぱり喉の調子っていうのが一番こう顕著に出るポイントだから、しょうがないんですけど、やっぱりアメリカの乾燥した気候が喉に合わなかったのかな。やっぱり歌い手にとって乾燥はもう敵なので、しかもコーチェラファーストステージからセカンドステージまで1週間の時間がありましたからね。食べ物も日本とも違うし、やっぱり環境の変化にちょっと藤井さん疲れちゃったのかなってね、やっぱり心配になりますね。もうエンディングですよ。寂しいね。今回の映像はね、1曲で終わっちゃうっていう風に思うとなおさら寂しくなっちゃいますね。そう、ピアノを弾いてる藤井さんもね、イケメンすぎるんですよ。僕はね、ピアノは伴奏ぐらいしか弾けないですけど、やっぱりね、藤井さんみたいにこうね、指をこういう風に動かして弾きたい、ピアノ。でもこれやっちゃうと、僕の場合歌えなくなっちゃうんですよ。多分、もうピアノでヒーヒー言っちゃって。いいね。ここでね、ジャズなんですよ、フレーズが。めちゃくちゃかっこいいですよね。プレマの元々のかっこいいサウンドの上にジャズのフレーズが乗ってるっていうね、たまりませんな。このね、もう見てない鍵盤見てない。すごいですよね。僕なんてもうガン見しますよ、こうやってガン見しないとね、絶対に弾けない。歌もあれだけすごくて、ピアノもあれだけすごくて、で作曲能力も神でしょ。やばくないなんか改めてそう思っちゃった。やっぱ何回見ても最高ですね。以上、藤井風コーチェラ2026よりプレマ歌声分析はここで終了です。いやー、何度見ても初見のような感じでですね、見れちゃいますね、藤井さんのライブは。っていうか、むしろ回を重ねるごとにどんどんこうヒートアップしていきますよ。そういった魅力ありますよね。藤井さんのライブの歌声はですね、どの曲も音源を超えてきますからね、感動間違いなしなんですよ。でしかも喉の調子をですね落としているにもかかわらず、この神がかったステージ、これはね、もはや伝説って言ってもいいんじゃないでしょうか。永遠に語り継がれるライブなんじゃないかなっていうふうに思いました。やっぱり僕の中で藤井さんは神ですね。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。